わあ懐かしいな。今回も楽しい旅になるといいです。わあすごい家だな。ミシュランガイドですからね、味は確かなはず。こいつともお別れが近づいてきてますけど、バンコクからの1時間とか1時間ちょっと走るんですけど、それでも100円とか100円しないぐらいで行けて、今このメトロのバンスーっていう駅にいるんですけど、このバンスー駅からタイ国鉄がつながってるらしくて、ここからクルンテープアピワットだったかなっていう駅がつながってて、そこから列車に乗ってアヨタヤを目指していきます。これですね、3A 出口、ここにクルンテープアピワットって書いてるので、ですね、でっかく案内も出てます。アユタヤには1回行ったことがあって、もう8年とか9年ぐらい前になるんですけど、自転車で友達と来てアユタヤぐるぐる回った思い出があります。でその8年前9年前の思い出からアユタヤがどう変わったか見てちょっと楽しみではありますし、ほとんど覚えてないところもあるので、今日の動画を楽しみに。ドンムアン空港に行く時に乗るレッドラインのところに来たんですけど、ここからどこに行ったらいいのかちょっとわからないので、歩いて探してみたいと思うんですけど、ありましたね、アユタヤがあります。3時？とりあえずチケットカウンター的なのをつけたので並んでみました。Get the ticket to the Ayutthaya. Ayutthaya, the next train departure time 10:35. 10:35. Okay. And today sitting is full, no seat. Now we have only stand. You okay? Check. Today go to Ayutthaya, train number 7. Okay, thank you. 1時間で20バーツだから、100円ないぐらいですかね。めちゃくちゃ安い。なんか席がないから立ったまま1時間になるけどって言われたんですけど、空いてたら座っていいよみたいな感じでした。今回はゲート B って言ってたので、多分これじゃないかな。Excuse me. How can I go to the gate B? この入り口で試行錯誤したんですけど、どうやらアユタヤに行く人はここではないらしいので気をつけてください。この裏からそっか、ゲートで違うのか。こんな感じですね。ゲート B でこんな感じだ。ゲート B でこれだから10時35って言ったらこれですね。初めてタイに来た8年前9年前くらいにアユタヤに行った思い出があるんですけど、その時はここの駅じゃなくてなんかホアランポーンっていうまた別の駅から乗った思い出があります。なんかもっとローカルで、なんかこんな感じで綺麗で新しい駅ではなくてザ・東南アジアって感じのローカル感のあふれる駅だったのを覚えてるんですけど、ここはここでなんか面白いというか、なんかドンムアン空港に行く時のレッドラインにすごく似てるなっていう感じですね。それにしてもめちゃくちゃ遠い。さっき駅の端っこから来たんですけど、まだ先が見えないぐらいありますね。見えてきた。だいぶ味のある列車になってます。今日はこいつに乗って1時間半かなの旅です。よし、早速乗り込んでいきます。
空いてたら座っていいよみたいなことを言ってたんですけど、とてもそんな状況じゃないですね。人ぎゅうぎゅうです。อยุธยานะครับอยุธยาประตูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เลยชั้นต่ำครับท่านผู้ชมได้เลยอยุธยานะครับอยุธยานะครับเดี๋ยวขอคนลงก่อนนะครับ ขอคนลงก่อนนะครับ อยุธยาก่อนจะลงจากขบวนรถตัวใหม่ของมีโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสที่จะดีรุ่นวงในปีนี้昔ここで写真を撮ったのを思い出します。10時35分の電車に乗って、11時35なのでもうほぼ1時間ですね。なんかネットによると1時間20分とか1時間半だとかっていうのを見たんですけど、なんか1時間で到着です。なんかおしゃれなカフェとかも入ってますね。前来た時こんなんだったかな。なんか変わったような変わってないような、明らかに綺麗になった感じはしますね。今アユタヤ駅を出たとこです。アユタヤ市内を巡る方法はいろいろあると思うんですけど、こんな感じでトゥクトゥクとかあるんですけど、せっかくなので前来た時のように自転車を借りて、ぐるぐる回っていこうかなと思います。ということでまずはこっちですね。この辺に自転車レンタルが、さっきも自転車の人がこの辺から出てきてたので、あ、いい30バーツだ。しかも駅前、ここで借りちゃおうかな。昔のようにチャリをレンタルして巡っていこうかななんて思ってるところです。いいな、80バーツだし、これにしようかな。ここで、1日レンタルしようかなと思います。はい、Can I rent one? What? Ah, okay. And the bicycle? Yeah. Your name first. Name, phone number, passport number, just number. From here to the center 2 kilometers. The historical park. Okay. Okay, for you. Thank you. 9. アユタヤ駅の真ん前で、1日80バーツだったので結構いいんじゃないかなっていうことで、いきなり見つけたところでこのグリーンのを借りました。こんな感じでね、80バーツですね。早速こいつに乗って回っていこうかなと思います。ということで日差しがめちゃめちゃ強いのでね、こんな感じでサングラスと帽子といういつものこのふざけた格好で回っていきたいと思います。皆さんもぜひ日焼け対策はしっかりして楽しんでいきましょう。行きます。レッツゴー。こんな感じでのこのこ走っております。
こういう感じで歩行者とか自転車が走る道路があるので、そんなに今のところは危なくないかなっていう感じですね。道だけ安全だけ気をつけて乗ってください。もらったパンフレットと Google マップを頼りになんとか走ってるんですけど、なんか遺跡公園っていうそのアユタヤの遺跡が一番集まってるザ中心部に入ったような感じですね。こんな感じですごいのどかです。なんかこう静かであんまり車通りも多くない中にこんな感じでおしゃれなカフェがポツポツみたいな感じで、なんかすごくチャリで走ってて気持ちがいいですね。マジで暑い。肌がヒリヒリしますね。こんな感じで中心部は台湾みたいな感じで自転車レーンが緑でこうやって示されてるので、結構安全に乗れるんじゃないかなと思います。ちっちゃい脇道とかは車とかバイク飛び出してくることがあるので、それだけぜひ気をつけてください。一つ目の遺跡、ワットマハカート。一気に人が増えますね。まずこいつを止めないと。という感じでチャリ置き場もありました。すごい綺麗に整ってるチャリ置き場があるので、チャリでも大丈夫。80バーツでした。タイ人は10バーツで、外国人が10バーツでしたね。ここから入っていきます。懐かしい。こんなんだったかな、昔来た時。台座の腰から上がぽっきりいかれてますね。なぜかは分かんないんですけど、昔行ったアテネのなんかパルテノン神殿を思い出しますね。なんかこんな感じだった気がする。全然違うか。結構どこを切り取っても絵になる感じでいいですね。なんかカンボジアのアンコールワットとかのなんか形が似てる感じがしますよね。こう結構センシティブなあれか。古都っていうのか、なんか昔の首都みたいな感じで、多分バンコクが日本でいう東京で、なんかここは京都みたいな感じじゃないかなっていう勝手な予想ですね。大昔にこの面積のこれが作られたって考えるとすごいですよね。遺跡の中にも結構見どころポイントはいくつかあるんですけど、なんか別にそういうところを回らなくても、今目的なくふらふらこうやって歩き回ってるんですけど、なんかそれだけでもこんな感じで人があんまりいなくて、なんかちょっと風が気持ちのいい、ちょっと涼しい風がひんやりあって、なんか目的なく歩き回るだけでもなんかすごく気持ちが良くて楽しいところですね。なんか今すごい心身ともにというか、なんか今すごく気持ちがいいですね、歩いてて。見えない。
この遺跡の名物、木に絡まってるといったのかもですね。ちょっと公園を出れば横はこんな感じでいい感じの湖っていうのかな。なんか公園を歩いた時も思ったんですけど、本当にのんびり何も考えずに歩き回るのにはすごいいい公園なんじゃないかなっていう感じですね。こういう公園がバンコクにはもっとあればいいんですけどね。朝から何も食べてなくて、近くでこのワットマハタートのすぐ近くで結構評判良さげなクイティアオっていうタイ料理があるんですけど、がすぐ近くにあったのでちょっと行ってみたいと思います。これですね。パーレックボートヌードルっていうらしいです。めっちゃ人いる。ここにもあるように2022年のミシュランに選ばれたっぽくて、すごいなんかめちゃめちゃ人いますね。あっち並んでんのかな。ここはサクッと食べて回りたいところですが、席はあるでしょうか。どうやらこれを取らないといけないらしくて、なんかローカルの人に教えてもらいましたね。結構並ぶんじゃないかな。すごい人気ですからね。こんな並ぶと思わなかった。ついに呼ばれてきたんですけど、何頼んだらいいのかな。多分これが有名だと思うのでボートヌードルにしようかなと。注文の仕方もよく分かんなくて、なんかカウンターに直接行けって言われたかと思ったら戻ってこっちでみたいなのもあって、おすすめ聞いてもよく英語通じなかったので、ビーフポークとやったらとりあえずビーフヌードルを頼んでみました。これですね。ミシュランガイドですからね、味は確かなはず。20バーツらしい。めちゃくちゃ安いんですけど結構ちっちゃいですね。小腹満たしぐらいにはすごいいいかも。20バーツのミシュランクイッティア。うまい、普通にうまい。サイズを知らずに1つだけって頼んだんですけど、ちょっとちっちゃめなので、もしよかったら、もし来る人はなんか何サイズか違う味で頼んでみんなでシェアしてもらっても面白いかもしれないです。1個20バーツなのでめちゃくちゃ安いです。で、味めちゃくちゃしっかりしてます。わんこそば的にポンポン食うのかなみんな。ちょっとわかんないですけど、周り見た感じ1つ2つしか皿ないから、なんか合ってるのかなっていうイメージですけど、めちゃくちゃ味しっかりしてて美味しいです。さすがミシュランの味、めちゃくちゃ良かったです。ワットマハタートのすぐ横にあって、1杯20バーツと激安の超人気クイティアオだったんですけど、さすがミシュランの味ですね。めちゃくちゃうまかったです。結構並ぶ時の番号札とかが分かりにくいのと、あとドローカルなんでちょっと英語とかが一切通じなくてかなり苦労しましたけど、ちょっと寄って、クイティアを1個2個頼むぐらいだったらそんなに困らないと思うので、ぜひワットマハタート来て、なんか小腹が空いたからちょっと食べたいなっていう人はパーレックボートヌードルぜひ行ってみてください。めっちゃ良かったです。よし、チャリ取りに戻って次のところに向かっていこうかなと思います。もうワットマハタートすぐ目の前なんでね、こんな感じで渡ればマハタート、そこがもうボートヌードルって感じです。グリーンだと一目で分かっていいですね。こういう感じで遺跡の横をのこのこ走っております。
れがさっき言ったワットマハタートですね。こんな感じでグリーンレーンを遺跡を横目にこうやって走ってます。風が気持ちいいし、なんかこう目が楽しいですね。こっちもなんかありますね。こういう遺跡の中をなんか見ながらチャリ乗って走れるっていうのはなんかすごいいいですね。前来た時はこの道を通らなかった気がするので結構損してるかもいやいいですね。午後ののどかなサイクリングには最高ですね。ここ川があってちょっと森みたいになってて、なんかいますよ。これはあれじゃないですか。愛蔵さんですね。ワットプラシーサンペットっていうところに来ました。このアユタヤいっぱい寺院があるんですけど、その中で一番格式高いところらしくて、さっきのワットマハタードのすぐ横にあるのですぐ来れちゃいます。入り口から入ってチケットブースがまあ遠い。まだ見えないんですよ。でもこんな感じでもう見えてますね。こんな感じちょんちょんって。これもさっきと同じで、外国人80バーツ、タイ人10バーツでした。これが今買ったチケットで、こっちがさっき買ったチケットです。で見たら分かると思うんですけど全く同じなんですよ。でこれ使えるって聞いたらいや別々っていうことだったので、もしここ行く人は、チケットをそれぞれの遺跡で買う必要があるっぽいので、間違わないようにちゃんと2箇所買ってください。調べたら共通で回れるチケットもあるみたいなので、めちゃめちゃ回るよっていう人は共通チケット買った方がお得かもしれないです。これは1枚80バーツ80バーツで、今のところ160バーツですね。よし行きましょう。これすごいですね。寺院とか仏教とか全く詳しくないんですけど、それでも一目で見ても明らかになんかさっきのタイプが違うなっていうのが分かりますね。天まで届けみたいな意味なのかな。自分のイメージするタイとか東南アジアの寺院はもうまさにこういう形の寺院なので、このワットプラシーサンペットなんですけど、数あるアユタヤの寺院の中でも一番格式が高い寺院らしくて、なんかこうグレードがあるんですけど、その中でも最上級の寺院らしいです。多分こう天まで届けみたいな、そういう意味なんですかね。ビュッてピョンってなってます。横の寺院もなんかワットプラケオだったかな、ワットあるんかな、ワットプラケオかなみたいな感じで、いかにも位の高そうな寺院がありますね。ここもまたなんか歩いてて気持ちがいい感じはしますね。さっきよりもなんか壁がないせいかちょっとオープンで遠くまで見えるのが特徴的かな。ここから見た3連続の図がめっちゃ美しいですね。綺麗にめっちゃ見えますね。1、2、3って感じで非常に良いロケーションで、ご覧の通りここから1、2、3と全部撮れるような贅沢スポットなんですけど、なぜかすぐそばでめちゃめちゃチャイニーズな音楽がかかってますね。なんでこんないいところなのに全然雰囲気に合ってないような中華料理店みたいなのがかかってますね。聞こえるかな。
さっきよりも緑が多くてジブリ味を感じますね。なこれこそちょっとアンコールワットっぽいなって思います。言っていいのかわかんないけど。リスちゃんがいますよ。赤い尻尾のいますね。なんかさっきのワットマハタートより緑が多いせいか、なんか妙な廃墟な感じというかジブリ感がありますね。ジブリの世界みたい。文明が滅んだ後ってなんかこんな感じになるんだろうなっていう。わかるかな。นะครับว่าขณะนี้ทางมูลนิธิพระมงคลบพิตรร่วมกับกรมศิลปากรนะครับここはここというかアユタヤ全部なのかな、な感じでユネスコの世界遺産になってますね。さあ若干夕日が傾いてきて今4時前ですね。そろそろバンコクに戻る準備を始めないといけないんですけど、これから戻る前に1店舗だけ行きたいところがあって、アユタヤスイーツですね。ちょっと気になるアユタヤスイーツが1個あるので、そこに今から向かっていきたいと思います。このグリーン号とももうお別れなので、こいつで最後の1ライドですね。靴の横がメリメリ言い出しても中がちょっと見えかけてる。さっきからねあの辺をずっとこう見えるかな、ゾウさんが通ってるんですよね。ゾウさんに踏み潰されないように気をつけながら行きたいと思います。さっきからこの通りがですねこんな感じでゾウさんがいっぱいいる通りで、地面はあれですけどゾウのうんちがいっぱい落ちてるんですよ。これもそうです。あ、うわ3匹。こういう非常にエレファンツな通りになっております。多分この辺にエレファントキャンプがあるからでしょうね。右見ても左見てもゾウさんみたいな、めっちゃエレファンツですね。わあすごい絵だな。うわすごい数。さすがゾウさん通りでこうゾウさんありますね。来たかったアユタヤスイーツ、ここですね。ロティサイマイアベディンっていうのかな。ここアユタヤではロティサイマイっていうスイーツが有名らしいんですけど、さっきのこの通りも来る途中に何個もロティサイマイの店があって、でここのロティサイマイアベディンっていう店がミシュランを取るぐらい人気らしくて、見ていただいたら分かると思うんですけど、結構この道路のこの T 字路の結構突き当たりで車止めにくい場所にあるんですけど、みんなこうやって車を降りてすごい数の人が並んでますね。ロティサイマイ人生で食べたことなかったので、ちょっとぜひ1個買いたいと思います。食べ方もよくわかんないけどくるくる巻いてみたいな。すごいみんなまとめ買いしとってますね。I get one roti sandwich. Small size, 40. one. Thank you. Okay, thank you. よし。なんかサイズがあるらしくて、スモールよくわかんないので1個買ってみました。40バーツでしたね。とにかく人気がすごくて、もう流れるように車から降りて買って車戻るみたいな。
ちょっとどこかで食べれる場所を探してロティサイマイ食べたいと思います。今チャリンコをレンタルした鮎田駅のすぐ隣のチャリ屋に戻ってます。水ロティサイマイ、のどかで名残惜しい帰り道ですけど、なんか鮎田屋いいですね。のんびりしてて、タイからも1時間ちょっとで、もう1時間か、1時間で行けるし。帰り道、のどかでいい道です。はい、ということでチャリを今返して鮎田屋の駅前に帰ってきました。夕日のトゥクトゥクがいい足らしいですね。さあもう5時、ちょうど5時ぐらいなので、これからこの目の前の鮎田屋駅で国鉄に乗ってバンコクに戻りたいと思います。May I get a ticket for the Bangkok? 6:21. Oh. なんと1時間20分待ち、15分待ちかな、1時間20分待ちですね。バンコク行きのチケットを買いましたけど、6時20分発なんですけど、今5時10分なので、1時間以上ですね。残念ながら待つということです。のんびり気にせず待っていこうかなと思います。せっかくなのでさっき買ったロティサイマイをこの駅で食いながら電車が来るの待ってもいいんじゃないかなっていう感じですね。よし、ロティサイマイ行こう。こんな感じで糸みたいな紐みたいなひげがいっぱい入ってる。これとでかいキャベツの葉っぱみたいな、これが中に入ってます。こんな感じで調べながらなんですけど、要はこいつの上にさっきのひげを乗せてくるくる巻いてという感じですね。ちょっとまだほんのりあったかいですけど、これの上これをこういう感じで乗せて、こうくるくる巻いてということらしいですね。合ってんのかな。わたあめみたいな味しますね。さっきのヒゲからはなんか想像できないようなわたあめみたいな、ザラメみたいな味しますね。これ多分日本人も好きかも。これが甘いのかな。これがわたあめのなんかこういうやつのあれですね。紐のやつですね。わたあめクレープみたいなイメージです。大体海外のお菓子って結構癖があって好き嫌い分かれるのがパターンが多いと思うんですけど、これめちゃくちゃうまいかも。ほんとまんまわたあめクレープみたいな、わた菓子クレープみたいな感じです。
こんだけ入って40バーツで、しかもその駅の中にも何個か店が入ってたので、これはアユタヤ来た人はぜひ食べてほしいですね。ロティサイマイめちゃくちゃうまい。เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ちなみにここアユタヤ駅のトイレなんですけど、こんな感じで有料です。で今日アユタヤでいろんな場所行ったんですけど、ほとんどどこのトイレも有料でしたね。3バーツから5バーツぐらいで、無料で使えるトイレって多分あんまりないので、飲食店入った時とか、そういう時に使ったりとか、あと小銭を用意しとくと両替できないところも多いので、パッと入りやすいかなと思います。こんな感じでコインを入れて使うんですけど、ちっちゃいお金を持っておくと便利かもしれません。もうあと5、6分で電車が来ると思うんですけど、あれがバンコク行きかな。みんな乗ってますね。よし、行きますか。すごい人だかり。来た時以上の混雑。妹板バンス駅に帰ってきました。でもなんか屋外っていう人って線路を歩いて帰るっていう、なんか来た時とちょっと違う感じです。いやー長かった。多分なんかその急行鈍行みたいなのがあって、行きは1時間ジャストで着いたんですけど、帰りはなんか1時間半ぐらい、1時間25分かな、かかって、座るなんて到底無理なぐらいとてつもない調子あるやつでしたね。1時間ちょっとぐらいなのに、100円とか100円しないぐらいで行けて、でこれだけ冒険気分を味わえるような、素晴らしいアユタヤでした。自分の場合は昔何年も前に行ったことがあって、
そういうのもあって、思い出補正みたいなのもあったかもしれないですけど、バンコクに滞在して、でまたバンコクとはちょっと違った古き良きタイみたいなのを味わいたいなっていう人は、今回のアユタヤめちゃくちゃおすすめです。チャリンコでレンタルして回るもよし、なんかハイヤーとかタクシーとかトゥクトゥクでガイドさんにいろいろ回ってもらうのもよし、とにかく楽しみ方はいろいろあると思います。ネットでアユタヤに行った人のとかをちょっと調べてみたら、YouTuber さんとかブロガーさんとか8時とかもっと早い人だと7時とかにバンコクを出発して、アユタヤに着くのがもうそれこそ8時とか9時とかで、そこからバリバリ動いてる人が結構多かったんですけど、自分は今回かなり、朝ダラダラしてたっていうのもあって、10時バンコク発で11時過ぎにアユタヤ着っていうかなり遅いスケジュールでした。なんだけど全然急ぐあれもなく、かなりマイペースでノロノロ回った割に全然やり残した感はなく、すごい楽しむこともできました。なので、日帰りでバンコクから行って楽しんで帰ってくるっていうのもすごいありなんじゃないかなと思います。もちろん遺跡の多いところなので、なんかそのがっつり見たいなっていう人はそこで1泊するもいいし、ただ時間がないけどパッと寄りたいっていう人にもアユタヤは結構簡単に行けちゃうっていうのが分かったので、ぜひよかったらアユタヤ行ってみてください。ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。今日も動画を飛び出してて、女の人が白線から飛び出しててプップップップーっていうことでした。はい、それはいいとして、今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。今日も動画を見てくださってどうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ次の動画でまたお会いいたしましょう。